表も裏もとても可愛くできました。自由にアートを楽しもうプラバンクシーです。今回は鬼滅の刃の善逸くんのピンバッジを作っていきたいと思います。まず最初に表面に黒のマーカーで下絵を描きました。この裏にヤスリをかけて着色をしていきたいと思います。今回も600番のヤスリを使用します。ヤスリで削ると下に粉が出るので、下に白い紙を敷いておくことをお勧めします。今回600番のヤスリを使用していますが、400番でも大丈夫です。数字の数が大きくなるほど目が細かくなって着色しやすくなります。削れているところと削れていないところが出てくるので、光に当てながら削れていないところはしっかり削っておきましょう。また、ハサミでカットするとこの辺りもガタガタしているので、周りも一緒に削っておいてください。はい。では手とプラ板についた粉を落として着色をしていきます。まず薄いところから塗っていきたいので、ジューシーペイントのペールオレンジで塗っていきます。綺麗に塗れたので、オーブントースターで焼いていきます。はい、綺麗に焼けました。1回で綺麗に丸を作れないときは、何度かオーブントースターに入れて、温めて成形していただければ、綺麗に丸を作れるときもあります。失敗したときは何回かオーブントースターに入れてチャレンジしていただくといいと思います。では、この裏面に加工をしていきます。今回こちら、株式会社東洋さんの使用紙を使っていきたいと思います。この丸の形に沿って切って型紙を作って貼り付けていきたいと思います。では、こちらの紙にデコパージュを塗って貼り付けていきたいと思います。はい、綺麗に貼ることができました。では表面にデコパージュを塗っていきます。ダイソーで購入したこちらのトップコートデコパージュ仕上げ液を使います。デコパージュを塗ることで、後でレジンを塗った時に、上に描いた黒のマーカーがにじまないように防ぐ効果があります。上にレジンを塗るときは必ずデコパージュを塗っておくようにしてください。はい、デコパージュが乾いたので上からレジンを塗っていきます。私はこちらのツヤっていうレジンを使っています。ネットショップで購入することができます。少量がいい方はダイソーなどの100円ショップでも購入できます。ネイル用の筆を使って伸ばしていきます。伸ばすときは優しくこすらないように伸ばしてあげてください。綺麗に塗れたら小さい泡、気泡が入っているのでエンボスヒーターで飛ばしていきます。こちらのエンボスヒーターもネットショップで購入しました。私が普段使っている道具や画材は概要欄に載せておりますのでよろしければそちらをご覧ください。エンボスヒーターで温めすぎるとレジンがサラサラになって扱いにくくなります。あと、
デコパージュが溶けて、マーカーがにじむ原因になるので、少しずつ当てながら調整してください。まんべんなく綺麗に塗れたので、ランプで固めていきます。表目が固まったので、今度は裏面をやっていきます。今回こちらのピンバッジセットを使います。ダイソーで購入したこちらのセメダイン3000ゴールドの瞬間接着剤で留めてからレジンを塗って固めていきます。瞬間接着剤が乾いたので上からレジンを塗っていきます。今回裏面を少しキラキラとさせたいのでダイソーで購入したこちらのホログラムを入れていきます。ランプで固めていきます。綺麗にホログラムを入れることができました。少し触ってみてザラザラして気になる方はもう一度上からレジンを塗ってあげてください。はい、綺麗に固まりました。裏面も綺麗にできています。ちょっと分厚くしました。ちょっとこんな感じで分厚くしています。最後にこちらのピンバッジをつけて完成です。はい、いかがでしょうか？綺麗にできているかなと思います。裏面もホログラムが入ったことでキラキラしていて可愛くできたかなと思います。今回の動画を見ていただいて、私もプラバン作りたいなと思っていただいた方は、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。プラバンクシーでした。